となく手作業で古橋やらショベルを使ってこれだけのトンネルを掘り続けたんじゃないかと思われます。はい、皆様おはようございます。神戸街中散歩高谷でございます。今回41回目といたしましてお送りいたしますのは、港川隧道というところをね、紹介していきたいと思います。私がね、今現在いるところは港川でございますね。でね、今この矢印のあるところに今現在私はおります。この、港川なんですけれども、過去ね、何度も氾濫してございます。一番大きいのはですね、明治29年に起こった、神戸大道でございます。で、こちらね、氾濫するので、神戸のね、この港川の付け替えっていうのを行ったんですね。で、付け替える前はですね、港川がこっちからまっすぐ、川がね、降りてたんですけども、付け替えることによって、川がね、右の方にぐっとね、曲がるように、川が付け替えられました。でですね、今、先ほどの場所から20メーターほどね、西の方に来たんですけれども、このね、川の、橋の反対側の方にね、参りますと、まっすぐね、川が流れていっていると思うんですけど、奥の方にね、小高い山が見えると思うんですけども、あちらが会下山という山なんですね。あの山がどうしても邪魔になってしまったんですね。そこであの山に、トンネルを掘るという工事を昔行いました。それでね、詳しい話に関しては、港川隧道の中でね、説明会っていうのがあるので、そちらで見ていきたいと思います。でね、こちら川に降りれるような階段がありましてね、市民の方が川と親しみを持つというようなね、ところになってます。ただね、六甲山急峻な山ですんで、六甲山で雨が降ると急にね、水かさが増えてしまうんで、水でね、鉄砲水となって流されるのを防ぐためにね、上の方にパトランプがついてましてね、水かさが増えるよということを、注意するというものになってございますね。はい、それではね、さらに港川隧道の近くへ移動していきたいと思います。でこちらね、先ほどの場所よりも、150メーターほどね、西の方、隧道の近くへ来たものでございます。で、この右側がね、新しい隧道の入り口でございます。で、入り口のところね、この要石というものがございましてね、トンネルの入り口に掲げる名前の変額みたいなようなものですね。はい、こちらですね。で、こちらにあるのがね、ですね、昔の隧道と右側がね、新しい隧道の断面図を表してございます。でね、こちらの港川隧道なんですけども、港川隧道保存友の会というところが公開のね、お手伝いをしてくれてるんですけれども、こちらをね、皆さん、ボランティアでね、やってられます。でね、入るのはね、お金かからないんですけれども、維持管理とかね、皆さんの頑張りもありますんで、100円募金であるとか、書籍のね、購入などできましたら、またね、ご協力をお願いいたします。ではね、これから中に入っていきたいと思います。こちらがね、港川隧道の最初にね、あります、変額のね、レプリカでございます。でね、これ入りましたら、ここね、車高なんですけども、かなり急な下り坂になってるんですけど、このようなね、資料とか写真がね、いろいろ飾ってございます。こちらね、洪水の様子がね、このような感じで書いてございますね。で、下までね、降りてまいりました。で、ここからね、隧道の方に入ってまいりますね。で、歩きやすいように下に砂利と木の板が引いてまして、割と歩きやすくなってますね。はい、このような感じでね、光がね、ないとこはもう真っ暗ですよね。で、100年も使ってたんでね、この横の壁というのはね、結構ね、汚いところもありますけどね。で、このような下をね、石が引いてましてね、なんかインディ・ジョーンズかなんかのね、冒険に来たような感じはありますよね。でね、前の方、なんか梱包されたね、ものが見えてまいりました。で、これをね、ちょっと後回しにして、横ね、壁ね、上の方まで小製レンガがね、積んでありますよね。上ちょっとね、補強はしてますけれどもね。で、こちらにあるのが、酒造メーカーの福寿という酒造メーカーのね、お酒がね、ここに入っておりまして、低温熟成をしているんですね。
こちらね、1年を通してね、温度変わりませんのでね。はい。でね、さらに前の方にね、進んでまいりますと、真っ暗な中でね、天井からね、水がポタポタとね、落ちてきまして、どこかね、鍾乳洞かどこかの、探検をね、しているような感じに見えますよね。上からね、ポタポタと今ね、水が落ちてきてますよね。もうね、すごいところですね。子供が今走っていきましたけどね。はい。で、こちらがね、各場所の、トンネルの形状でございますね。場所によってね、形状ちょっとね、違いますのでね。ではね、説明会の方に行きたいと思います。はい、よろしくお願いします。説明会ということで、20分ほど行わせていただきます。はい、よろしくお願いいたします。はい、今ね、説明始まったんですけれども、こちらね、説明全部聞くと20分ぐらいかかっちゃうんで、こちらね、簡単に説明していきたいと思います。まずね、こちら港川なんですけども、元の流域がね、再び山という山の上から、流れてきまして、こちらがね、今現在の港川の流れでございます。で、以前はですね、こちらがまっすぐ、南の方にね、降りておりました。でね、先ほど流域がね、再び山という風になってたんですけど、これ全部含めてね、六甲山なんですね。で、六甲山、江戸時代にですね、神戸産業が発展しまして、燃料としてね、六甲山の、木々がね、すべて切られまして、明治の初め頃にはもうハゲ山になってたんですね。で、ハゲ山になってるんで、六甲山に雨が降ると、山に保水能力がないもんですから、一気にね、水が麓の方に流れてくると。でね、六甲山それに加えてね、急峻な山なんで、土砂がね、一気に流れてくるんですね。で、一気に流れてくるので、洪水が起こると。で、洪水がね、起こらないように堤防を高くすると、またね、山から急にね、水が流れてきて洪水が起こるんで、その時にね、川底が浅くなってしまうんで、さらに堤防を高くすると。で、そういうことを繰り返すと、このようにね、天井川という風になってしまうんですね。で、この天井川というのはですね、洪水を繰り返すがために、川底がですね、住居の天井よりも高くなってしまうので、そういう風に呼ばれるんですね。で、天井川になりますとですね、洪水の際、水が横から流れてくるのではなくて、上の方から水が降ってきますので、重力もね、加わって破壊力が大きくなりまして、被害が大きくなってしまうんですね。で、こちらが今現在の港川公園ですね。この高さが昔の、堤防の高さですね。ビルの3階近くはございますよね。あとですね、洪水が起こりますと、土砂がですね、川底だけではなくて、海の方まで流れていってしまうんですね。で、神戸はですね、外国との交流がある港町なんですけれども、土砂がね、海まで流れていくということは、海が浅くなって、港としてのね、機能が果たせなくなってしまうんですね。そういうこともありまして、川をね、付け替えるということを、されるようになりました。で、その時にね、海に埋め立てられてできたのが、この赤い矢印のハーバーランドと川崎造船所のあたりになりますね。で、この港川ではですね、長田の、苅藻川の方に付け替えられることになったんですけれども、このね、苅藻川に付け替えるときに、この会下山というところがですね、どうしても邪魔になりまして、ここにね、トンネルを掘らざるを得ないということになったわけですね。で、この赤い破線のところが港川沿いのトンネル部分ですね。で、このトンネルの大きさがですね、当時世界一の大きさになります。と言いますのも、当時トンネルというのは鉄道のトンネルが主で、蒸気機関車が通ればいいんですけれども、これは河川トンネルなんで、洪水にならない程度の水を流す必要があったんですね。で、ということもありまして、国とかね、兵庫県からなかなかと許可が下りなかったんですね。ところが、明治29年に神戸大水というですね、大洪水が起こりまして、それを機にですね、兵庫県から許可が下りることとなります。で、このトンネルなんですけれども、大きさがですね、横が 7.3 メートル、縦がね、7.6 メートルっていう大きさになりまして、断面積が約45平方メートルっていうね、だいたいマンションの 2LDK ぐらいの大きさの、広さになりますね。でですね、このトンネルを掘るにしましても、その当時はね、すべて人力で掘るという感じになっておりましたね。
で、それよりもね、1、2年工事が遅れれば、蒸気機関が入ってたんで、このエゲ山自体全部崩すということになってたかもしれないですね。はい。でね、このね、隧道を作るにあたりまして、このね、川底の方には耐久性をね、持たせるために、花崗岩が敷かれております。だいたいね、約300キロほどのね、花崗岩が敷かれております。でね、横と天井は赤レンガ、小生レンガですね、を使いまして、積み上げられております。でね、赤レンガの方はね、奥行きだいたい60センチぐらいといってもね、赤レンガ一つが60センチではなくて、約20センチほどのね、レンガを約ね、30に積みまして、壁の方を作っております。でね、横の方に関しましてはね、レンガのね、強度を増すために、レンガに関しては、短い方と長い方、あるんですけども、こちらをね、交互に積んでいく積み方がイギリス積みというんですけども、そういう積み方でね、横はね、ずっと積み上げていきまして、ある程度まで行きましたら、積み方が変わるんですね。だいたいこの辺りですかね。この辺りで積み方がね、変わると思うんですね。下は、短い方と長い方がね、交互に積まれている、イギリス積み。で、ある程度この辺りから、レンガのね、長い方ばかりを、積み上げていく長手積みというね積み方をしていくんですけども、 R を積む場合ね、どうしてもこちらの方がね、スムーズに積めるのでね、そういう積み方をしてるんだと思います。で、そういう積み方をしましてね、このね、隧道のトンネルを作られております。で、このね、港川隧道約650メーターほど長さあるんですけれども、その600メーターほどね、作るのに、だいたいこのね、使用された赤レンガの数が約430万個使われてます。で、この赤レンガなんですけども、大阪のね、岸和田の方で焼かれたものだと言われておりますね。で、この赤レンガですね、まっすぐ並べていきますと、だいたい福島あたり、福島といってもね、大阪の福島ではなくて、東北の方の福島ですね。かなりね、東京を通り越して東北まで行ってしまうぐらいの、たくさんのね、小生レンガが使われているということでございます。で、この工事をね、トンネル掘る工事をするんですけれども、国とかね、兵庫県からお金出ませんでしたので、会社を作るというね、形で工事が進められました。で、その会社の、作るときにね、発起人になったんですね。代表するね、3名の方がですね、神戸の小曽根喜一郎氏、あとね、大阪の藤田伝三郎氏、あと東京のですね、大倉喜八郎氏というね、3名の方がね、中心になりまして、会社を作りまして、こちらのね、工事を進めてまいります。で、会社ですのでね、売り上げをね、上げないといけないんですね。で、どういうふうにしたかと言いますと、港川のね、付け替えを行った後にですね、昔の港川ですね、を埋め立てまして、そちらの土地をね、埋めて、その土地をね、売りまして、お金をね、生み出していったということですね。それでですね、神戸のね、小曽根喜一郎氏に関しましては、新海地のあたりをですね、整備をしまして、芝居小屋であるとか映画館ね、あと神戸のね、遊戯施設である集落館というものを作りましてね、東の浅草、西の新海地というぐらいね、華やかな街に、したということでございます。あとですね、この小曽根喜一郎氏はですね、阪神電気鉄道というものをね、作りまして、こちらがね、今現在の阪神電鉄でございます。あとですね、大阪の藤田伝三郎氏はですね、大阪のね、阪海鉄道というのを作りまして、これがね、後の南海電鉄でございます。あとね、北浜銀行というのを作りまして、こちらが後の三菱 UFJ 銀行ですね。あと、宇治川電機というものもね、発揮しまして、こちらが今現在の関西電力になってございます。もうね、昔のね、今の基盤を作られた財閥の方ですね。あと、大倉喜八郎さんね、東京の大倉喜八郎さんなんですけども、この方はですね、港川隧道を作るにあたりましてね、日本土木会社というのを作りまして、そちらがね、今現在の大成建設というね、会社になってございます。あとね、ホテル業にもね、精通いたしまして、東京のね、
帝国ホテルを作った人物でもございまして、そのね、子孫の方が起こしたホテルがですね、ホテル大倉というね、今現在も有名な高級ホテルでございます。またね、この大倉喜八郎氏の別荘があった場所を神戸市にあとね譲りまして、その後できたのが、大倉山公園というところで、今現在ね、大倉山というね、場所になってございますね。でね、この港川隧道なんですけれども、たびたびね、やはり氾濫を起こすようになったんですね。と言いますのも、ゲリラ豪雨とかで想定外の雨が降るようになりました。でね、水道、港川をね、新しく付け替えないといけないということだったんですけれども、1995年に、阪神・淡路大震災で、この港川のね、護岸が壊れてしまいまして、それに伴いまして、この機会にね、新しくしようということで、護岸の整備と、あと、港川トンネルのね、を新しく掘り直したという形で、今回はね、断面積が105平米と前回よりの約倍近い大きさになりました。でね、新しい隧道がね、できましたら、だいたいね、こういう古い隧道というのは壊されるか埋め立てられるかね、してしまうんですけども、このね、港川隧道、明治時代にできた歴史遺産ということで、大きなね、反響を生みまして、こちらね、残されることになりました。でね、こちらの方がね、近代土木遺産ということで、表の方にね、このような標識がね、掲げられております。で、こちらね、毎月、第3土曜日にね、公開されております。こちらね、港川隧道保存友の会というところがね、毎回、管理とね、公開しておりますので、もしよければ来てください。あとね、毎年1回土木の日にね、こちら通り抜けということをやってましてね、通常は途中までしか行けないんですが、土木の日はね、一番最後まで歩くことができます。またね、よろしければご参加ください。ではですね、この後、ミニコンサートが行われますので、またね、見てください。はい、また拍手でお迎えいただきたいと思います。少しご紹介させていただきますと、ウィンドアンサンブルゼロさんというもので、神戸市長田区双葉町にございます双葉学舎、そこを主な土曜日曜に練習日として頑張っておられるようでございます。団員さんは50名ほどいらっしゃるんですか、皆さんで。40名なんですか。今日はほとんど皆さん出席していただいて、ありがとうございます。ほんならもう早速演奏に移っていただきたいと思います。もう一度皆さん、盛大な拍手で応援をしてあげてください。では先生、お願いします。
無事ですね、ミニコンサートも終わりまして、ツイートのね、一番奥まで行きまして、ツイートのね、本来の姿を見てみたいと思います。はい。そうしましたらね、こちらで、ツイートのね、本来の姿、こういう感じになってますということでね、下の方、花崗岩が引いてましてね、上の方は、小生レンガで、形作られてますね。はい。それではね、今回はこちらで終わりたいと思います。今回ね、ちょっと長い時間だったんですけども、はい。どうもありがとうございます。ではですね、また、次回お会いしましょう。では、さようなら。